ネジザウルス VA というものを紹介させていただきます。歯の食い込みが違いますね。これはすごいですね。従来のネジザウルスより A もでかいし力が入れやすそうですね。ネジザウルスっていうかねえお疲れ様です。カッピーです。本日はですね、こちらの株式会社エンジニアさんから出てるネジザウルス VA というものを紹介させていただきます。こちら大きく分けて特徴が3つあります。それをこれから順に紹介していきますのでよろしくお願いします。で、ちなみに後ろに説明書がずらーっと書いてるわけですね。でですね、もう切断できる種類はどこまで出断できるかとか、ネジ回しとかこんないろいろありますんで、これをこれから紹介していきます。で、まず特徴その1、これですね、普通のペンチと違ってこれ刃がねすり合わせるようになってるんですよね。普通のペンチはここ刃と刃を合わせて切断するような構造になってるんですが、こちらのネジザウルスはですね、刃をすり合わせるように切断するんで安全でなおかつ綺麗に切断できるというものです。では実際にやってみましょう。まずこちらにですね VBF の 2mm ニシンがあります。こちらまず今までの普通のペンチで切ってみますね。結構今力入れました。でやっぱり先端ですね、こういう風に真ん中が角が立ってると言いますか、これが普通のペンチで、次にネジザウルスで切ってみますね。音がちゃうね。音が違いますね。スッと力もそんな入れてなく切れました。一応こちら、断面ですね、普通のペンチと比べるとだいぶ綺麗に切れてるのかなと思います。この電線のね尖りが少ないですね。そうですね、これがVBF。続いてこちら CVT22 スケを切ってみましょう。一応この説明書でも IV22 スケと CV22 スケは切れると書いてますので、結構22スケといったらしんどい太さなんですけど、どうでしょうか。そうですね。いやもう早速一回普通のペンチいってみます。おついなこれ滑る。結構力、両手じゃないと私切れなかったです。大変そうでしたね。はい。で断面がやっぱり尖ってますね。先っぽが尖りになってる状態ですね。どんだけ軽いんだ。いきます。刃の食い込みが違いますね。結構硬いのは硬いけどこれはすごいですね。全然違う。こちらです。これが今ネジザウルスの方でやった切った断面。あまり尖ってないですね。比べてみましょう。左に見えるのが普通のペンチ、右側に見えますのがネジザウルス。これだけの違いがあります。だから普通のペンチでここまで苦労したんがこんな綺麗に切ることができました。で続きましてこちら CV の554芯ですね。能力は本当は3芯までって書いてるんですが4芯しかなかったので1回これチャレンジしてみましょう。まず普通のペンチから。こうついな。硬そうやね。無理や。とりあえず切れたですね。切れました。こんな感じでこれもなかなか角に立っております。両手じゃないとね。全然簡単に今切れましたね。で気になる断面はですね、これは全然違いますね。これも左が普通のペンチで切ったものと右がネジザウルスで切った断面になります。綺麗ですね。なかなかやっぱ力が入りやすいので安全に切れるかなと思います。続いての特徴なんですが、次はネジザウルスといったらやっぱり舐めたネジとかをもどける能力ですよね。ペンチについてるんですか。まさかペンチにこれがありますね。それはすごい。それがこの溝です。なんか変な形ですね。そうですね。普通のネジザウルスでも大概ね真ん中にねこの溝があったりします。ですがこちらは中心よりもちょっとずれてるんですね。これなんでかっていうと、だいたいインシュロックとか電気工事士さんとか結構使われると思うんですけど、大概真ん中で挟むじゃないですか。真ん中で掴んで引っ張るじゃないですか。それで真ん中にこの溝があってしまうとスポッてなってしまうんで、ちょっとずらすことによってしっかりとインシュロック安全に結べるということですね。でこれ刃広げて見てもらったら分かるんですが、こちらですね、ここ結構ねボコボコなってると思います。これクロスハッチと言いまして、これは薄い鉄板とかですね結構つかみにくいと思うんですけども、滑りますもんね。そうです。このボコボコがあることによって滑りにくくなるというものです。実際ちょっとやってみましょうか。
まあこういう薄い鉄板があるとします。私今一人でやるんですが、挟んで掴んで思いっきり引っ張りますね。私の一般の力で引っ張るんですが、かなり強く挟めてますね。だいぶしっかりと掴んでますよね。これがこの水のおかげですね。はい。これね、電気工事士の僕から言うと、電線を入線するときに電線がまだ配管からちょっとしか出てないときにペンチで引っ張ったりするんですね。そうです。そここれですね。はい、そこを掴んでみてください。先っぽをこれぐらいで出たら手で引っ張れるんですけど、まだ配管口からこんだけしか出てないと、その時に引っ張る時にペンチでね滑ったりするんですよ。どんな感じですか？僕ちょっと右で引っ張りますと、おお、かなりじゃあ滑らずにいけそうですね。そうですね。だいぶしっかりと掴んでますね。はい。だから入線の時とかでも使えるのかなと。あとはここがね、ケーブルスライダーとかでね滑りやすい時も手やったら滑るんでペンチとかで引っ張るんですけど、良さそうですね。そうですね。はい。しっかりとキャッチしてくれますね。徳田さんはネジ回し、舐めたネジを回す、ペンチで、そうペンチで回すという、まあネジザウルスのまあ代表的というか、名前にもなってる通りの機能を紹介します。はい。今回2種類用意しました。頭が鍋になってるものとトラス2種類用意しました。掴みにくいやつやね。掴みにくいやつ。はい。これを実際にネジザウルスでもどけるかやってみましょう。ネジ打ちました。頭を潰していきます。強く締めすぎたりしてここの頭が潰れた状況を、まあ、霧で無理やり作るという状況ですね。そうですね。はい。では潰します。はい、だいぶ潰れたんじゃないでしょうか。このドライバーからやってみましょう。さっきちょっとかかっちゃったんでさらに潰してみて、もうかなり潰れてる状況ですね。もう全然回らん、もうかかりもしないですね。この状況でほんまに回るのかやってみましょう。はい、回ったかどうか分かりやすくするためにペンで印をつけていきます。一応12に入れますね。一応こんな感じでまずは普通のペンチでやっていきましょう。もうすべてそうやね。全然回らないですね。はい。続いてここをちょうどここにそうかましてあげる。では開きます。わかりますか？回ってますね。実際にこのまま戻いていきましょうか。だいぶ浮いてきたの分かりますか？浮いたっすね。はい。すごい力ですね、噛む。従来のネジハウスより柄もでかいし力が入れやすそうですね。そうですね、だいぶ入れやすいですね。ネジザウルスよりいいかもねしかもペンチとしても使えるしね。使えるしね、今まで使ってたペンチをこれに変えるともう変な話ドライバーの代わりにもそうですね、なりますんで。ほんならさらに難しい、今のは鍋頭なんで、はい、鍋とトラスの違いはと言いますとほぼ似たようなもんなんですけど、鍋の方がここにねこうちょっと高さがあるから掴みやすいんですよ。まだね、トラスはもうこのつってれんつれんなんで余計難易度が上がると。しかもこのビスも太めになってるんでさらに強固に締まるんで、これが取れたら一流やと思うんですよ。そうですね。もうこれはもうここは潰さずにいきます。こちらマーカーいきますね。これだけでいきましょうか。そうですね。ね。いきます。もう掴むことすら困難ですね。掴めないですね。この紙が全然違いますね。噛んだ感あるっすか？あります。ガッチリと。いきます。はい。また。回ったね。見てください。この噛む力、噛み応えですね。これは画期的ですね。これはもうすごいですね。もうこれだともうアンギラとかでもなかなかつかめないんで、これがあることによって舐めてしまっても大丈夫、はい、届けるということですね。あともう一つ、まあこれおまけ程度で見とってほしいんですが、ここ簡易の圧着があります。一応電気工事だと圧着はね実数規格とかで決められてるので、はい、車の改造とかでね、そうですね、使ってる人もいますね。DIY の本当そうですね。自己責任で自己責任で使ってください。お願いします。はい。ということで今日ね水冷服で出てもらったカッピーさんにねやってもらったんですけども、僕もね見てて実際触ったりしたんですけどすごかったです。これほんまに
普通のペンチとして切れ味がいいのと、ここのね、なんといってもこのネジザウルス機能が、僕もネジザウルス使ってるんですけども、でかい分力が入れやすくて、腰とかに刺しといていろいろこうネジが壊れることとかね、よくあると思うんで使えるなと思いました。こちらの価格とか概要は概要欄にも載せてますし、この辺に画像でポンと載せとくので、気になった人は一度詳細を見てみてください。ってことで、これがね、何作目になるかわからないんですけど、エンジニアシリーズいろいろやってますので、他の動画もリンクなど貼っときますんで、ぜひ見てください。ってことで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ネジザウルスリキッド。馴染み込む驚異の浸透力。溶けてきてる、サビが。お、嘘。俺無理やと思ってた。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。